こんにちは、ルネです。そして新人のカスタムブライスいちごちゃんです。今日は私たちが着ているこの浴衣を作っていきましょう。今回も型紙から作りダウンロードできるようにしました。簡単に作れるように考えた型紙ですので、ぜひご活用ください。しかもこの型紙、セリアで売っている端切れ1枚で取れるんです。作った人天才ですよね。布の柄で可愛くも大人っぽくも作れます。お好みの柄で作りましょう。そして私たちが持っているこのうちわも作りました。次の動画でダウンロードできるようにご用意しています。このつまみ細工の飾りや私たちが履いている下駄の作り方も一緒にお届けする予定です。ルネの世界ではドル活に役立つコンテンツを投稿しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はじめにこの動画の概要欄から型紙をダウンロードしてください。A4 サイズに 100% で同じものを2枚印刷してください。1枚目は黒線の前身頃後ろ身頃を切り取り、2枚目は色付き線の袖、襟、帯を切り取ります。材料です。ダイソー裾上げテープ。ダイソーさんでは手ぬぐいも買いましたが、繊維が大きかったので今回は使いませんでした。着物の布は大量に持っているので、その中から選んで作りました。布に接着芯を貼ることで張りが出て綺麗に仕上がります。最初にも言いましたが、セリアのカットクロスは柄合わせなどをこだわらなければ1枚で大丈夫です。セリアの接着芯はちょっと硬すぎたのであんまりおすすめではありません。この帯の結び目の型紙は使用しなかったので完成版では消しています。接着芯を貼った布を型紙通りに切ります。前身頃と袖は左右があるので気をつけてください。襟と左前身頃は柄がよく見えるので柄が綺麗なところを選んで切りましょう。最初に背中芯と奥見線を縫います。着物は細長い反物からできているので、本当の作り方だとここで縫い合わせています。私の型紙では折りたたんで縫うだけなので、難しい柄合わせもしなくて大丈夫です。縫い目を細かく設定して、折り目、ギリギリを縫います。縫えたら開いてアイロンで押さえます。前身頃と後ろ身頃を中表に合わせ、肩の部分を縫います。肩が縫えたら袖を作ります。型紙にある肩と袖口の線に合わせて印をつけます。身頃にも肩と身厚口に印をつけておきます。印に沿って切り込みを入れます。裾上げテープは半分の幅に切って使用します。袖口と振りの部分を折り込み、アイロンで押さえます。逆にしないように気をつけてください。セリアの接着芯は硬かったので、折る部分の接着芯を剥がしてカットして使用しました。裾上げテープで留めていきます。もちろんこの部分を縫っても大丈夫ですが、縫い目がない方が綺麗ですし、何より簡単です。肩の袖付けの部分をミシンで縫います。縫い合わせたら切り込みを入れて、身厚口という脇の下の部分を4箇所折り込んで
裾上げテープで留めましょう。袖を2つに折り、袖口下から袖丸み、袖下までを縫います。縫えたら丸みのところに切り込みを入れます。次に脇を縫います。アイロンで縫い目を開き、袖をひっくり返します。袖の丸みはヘラなどできれいにしておきましょう。裾と襟下にアイロンをかけます。裾上げテープで留めていきます。一番大変な襟付けです。バイアステープのように四つ折りにしてアイロンをかけます。襟の真ん中と背中心を合わせてしつけします。ここは少々面倒でもしつけをしてからミシンをかけないと失敗しやすいですので頑張りましょう。この折り目の少し内側をミシンで縫います。ミシンで縫えたら肩の部分に切れ込みを入れます。端を折り込み、内側をまつり縫いで縫い留めます。ここも裾上げテープで留めちゃっても簡単かもしれませんね。これで浴衣は完成ですが、最後にドールの背丈に合わせておはしょりします。リカちゃんのデフォルトボディだとこんな感じです。ルネは24センチボディなので、これでは短いです。着せたいドールの丈に合わせたらアイロンをかけて縫い留めます。ここも裾上げテープでこっちから留めちゃってもいいと思います。一目落としで縫います。浴衣ができました。帯を作りましょう。型紙に合わせて布を切ります。半分に折ってミシンをかけます。縫い目を上にして開き、アイロンをかけます。端の部分を縫いましょう。ひっくり返して、さらにアイロンをかけます。無地の布だと寂しかったので、ミシンの飾り縫いを使ってみました。2本できたら帯を結びます。
大人っぽい貝の口風に結びました。形が決まったら縫い留めてスナップボタンをつけたら出来上がりです。もう一つの帯は結び目の帯を型紙より長めに作り、レースをあしらってリボン結びにしました。結び目をアレンジしたり、帯締めや帯揚げでお好みの帯を作りましょう。お疲れ様でした。今年は浴衣を着てお祭りに行きたいですね。では次回、うちわを作りましょう。